皆さんこんにちは、書道家の上平大我です。今回ご紹介するのはこちら、ゲルインキボールペンエナージェルの発売20周年企画の第2弾、エナージェルブラックカラーズコレクションです。こちらは約2週間前、10月13日に発売された商品となっておりますが、改めて今回商品のご紹介と書き心地について見ていきたいなと思います。20周年記念ということで、第1弾、第2弾と続いております。第1弾では全20色のカラフルな限定カラーの商品を発売しており、第2弾は今回の黒エナージェルブラックカラーズコレクションというものになっております。美文字を目指している方にとってエナージェルというのは切っても切り離せない、そのような素敵なボールペンだと私は思っているんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。エナージェルはゲルインキボールペンですので、線や文字を書いた時にはっきりと黒が目立ちますし、初心者の方にとって非常に使いやすいボールペンだと思います。特に筆圧の弱い方にとっても安心して使える、そのような一本になっているので、美文字を目指している方、綺麗な字を書きたい方にはとってもおすすめのインクのボールペンとなっております。今回のパッケージもなんだかワクワクするような、そんな素敵なパッケージになっておりますね。ブラックカラーズコレクションにおきましては、黒のボールペン、黒が基調となっておりますので、全てで6色展開となっているんですけれども、普段の線や文字に関しては芯を選ばずに使うことができる、そのようなボールペンとなっているそうです。そして芯の太さのラインナップは 0.5mm と 0.7mm の2つの展開となっております。私は今回 0.5mm を購入しております。というのも 0.5mm は文章を書くときなどに使いやすく、さらには先ほどもお伝えしましたが、ゲルインキボールペンの特性上、芯の太さ以上に線が目立つという特徴があります。ですので私は 0.5mm を購入して使っていきますが、初心者の方にとっては 0.7mm を使用していただいても問題はないかと思います。そちらはお好みでお選びいただければと思いますが、今回は 0.5mm の太さ、こんな感じなんだなっていうのを見ていただければと思います。それではここから見た目の特徴、色のラインナップをご紹介していきたいと思います。まず箱から出した瞬間はこのような形です。6色すべてがまとまっているような形ですが、それぞれ色の書いた紙ですね、こちらが挟まっておりますので、それを取ると、ばらけるといったような形です。1本ずつ取っていきます。ブラック、クリムゾンブラック、ボルドーブラック、チャコールブラック、インディゴブラック、オリーブブラックです。6色の展開、名前もそれぞれおしゃれですね。こういった黒のボールペン、ペンテルさんに限らず様々なメーカーさんで出されてますが、色合いのネーミングがいつもおしゃれだなと思って見ています。そのような部分もボールペンを購入する上での楽しみの一つに私はいつもしておりますが、こちらも皆さんのご意見をいただければと思います。ということで、分かりやすいように上から順に横に並べていきますが、特徴を見てまいりましょう。黒を楽しむということがテーマになっておりますので、ボールペンそのものも黒ベースになっております。ですので全体的に全てがブラックで統一されている、そのようなボールペンとなっております。そして持ち手の部分に関してはラバーグリップとなっておりますので、長時間書いていても疲れない設計となっております。握りやすさも抜群です。ではここから実際に書いて色の発色を見ていきましょう。上から順番に書いていきます。わかりやすいようにラベルをそのまま置いております。まずはブラックからです。最もオーソドックスなもの、定番のものですね。こちらはきっちりと発色しておりますし、やはりさすがのエナージェル、書き心地は非常に滑らかで書きやすくて本当にいいなと思います。そして続きましてクリムゾンブラックを書いていきましょう。こちらの発色、皆さん見えてますでしょうか。おそらく映像で見る以上にこのクリムゾンの部分ですね、赤系の発色が非常に強い、そのような形になっております。まだ線しか書いていないので今ここで判断はできませんが、公的な場面で使うには少し赤みが強すぎるのかなという印象があります。そして続きましてボルドーブラックを書いていきたいと思います。ボルドーブラックに関しましてもぐるぐると同じように書いていきますが、発色いかがでしょうか。こちらに関してはそこまで紫がかった印象はないなというのが私個人の感想です。そして続きましてチャコールブラックです。チャコールブラックということでやや薄めの黒なのかなという印象なんですけれども、茶みがかった黒ということで品よく描けるなという印象ですね。こちらもかなり使い勝手のいい、そのようなカラーだと私は思います。そして続きましてインディゴブラックです。インディゴブラック、こちらの発色もご覧ください。
こちらはですね、ほぼ黒に近くて、一番このカラーの中でブラック以外で一番使いやすいんじゃないかなと思います。オフィシャルの場面でも使える、そのようなカラーリングだと私は思います。そして一番最後にオリーブブラックです。オリーブブラックに関してはまさにオリーブの発色がかなり強く出ている、そのようなカラーになっております。ということで比較するとかなり分かりやすいですよね。6色展開ということで見ていくと発色がかなり違うなというのは見受けられますが、単体でそれぞれ使っていくと、黒基調ということでかなり使いやすい色にはなっているかと思います。それぞれどれを選ぶのかは好みにはなってくると思いますが、実際オフィシャルの場面で使うとなればやはりブラックが無難なのかなという印象でございます。それではここから実際に短い文字、よく使う言葉で書いていきたいと思います。書くスピードに関してはゆっくりすぎず早すぎずというペースで書いていきたいと思います。まずはこんにちはというものを書かせていただきました。止め、はね、払いもやはりしやすいですし、書き心地非常に滑らかなのが特徴だなと思います。そしてはね、払いの部分も半透明の線を書くことができますので、本当に文字を書いている上でも力が入りすぎない、そんな字を書くことができる、まさにエナジルの特徴そのものだと思います。そして、軽く書いてるんですけれどもしっかり発色してくれるので、冒頭にもお話ししましたが、筆圧の弱い方にとっても非常に使いやすい、そのようなボールペンですので、私は本当にお勧めしたいと思います。初心者にはサラサクリップをいつもお勧めさせていただいてるんですけれども、もちろんエナージルも同様です。ですがサラサクリップはエナージルと比較すると少し安く手に入れることができるので、いつも初心者の方にはサラサクリップをお勧めさせていただいてますが、書き心地としては両方非常におすすめですので、もしよければエナージルを購入されてみてください。それから初心者、中上級者関わらず、私個人としてはジェットストリーム、そしてボールサイン ID、さらに今回使っているエナージル、こちらをお勧めさせていただきたいと思います。ジェットストリームのみが低粘度性のインクとなっておりまして、少しかすれやすいんですけれども、慣れてくるとそのかすれを生かした書き方というものができるようになります。単純にかすれてしまうのではなくて、半透明の線を出すことができるようになると、このジェットストリームがより癖になる、そのような形です。そしてボールサイン ID と今回のエナージルに関しては、やはりインクの特性上発色がそもそもいいので、非常に使いやすい、そのようなボールペンとなっております。軽く書いても文字がしっかりと目立つようになっていますので、安心して書ける、そのようなボールペンとなっておりますね。そして、ここまでこんにちは、ありがとう、さようなら、よろしく申し上げますというところまで書かせていただきました。一番最後にはおやすみと書いていきたいと思います。今回は普段美文字の説明をするときよりもより大人っぽさを出した軽い書き方をしております。早くて綺麗な字を書きたい人はこのような文字を書けるとよりいいかと思います。こういった文字の書き方の解説気になるよという方がいらっしゃいましたら、今後配信していきたいと思いますので、よければそちらもコメントでご意見いただけますと嬉しいです。ということで、このような形で書いてみましたがいかがでしょうか。こんにちは、ありがとう、さようなら、よろしく申し上げます、おやすみということで、それぞれのカラーバリエーションで書いてみました。先ほどと同様に色合いが出るのかなと思ったんですけれども、線を書いた時よりも文字を書くと意外とやはり黒を基調としているというところが強く現れたなと印象があります。クリームゾーンブラックがちょっと赤みが強いのかなと思ったんですけれども、並べてみると黒でしっかりと書けているなという印象です。ということで今回エナージルブラックカラーズコレクションの紹介をさせていただきましたがいかがでしょうか。まだ使ったことがないよという方はぜひ一度使ってみることをお勧めしたいと思います。綺麗な字を書きたい人にとって非常に使いやすいそのようなボールペンとなっておりますので、ぜひ一度使ってみてください。というわけでこの動画良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントいただけますと嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。